するようになって、まあおそらくアームとの接触部分だろうっていうので、そのプレートとアームの間に、まあ、一応応急処置として潤滑剤を吹いたら音がしなくなったんですね。だからやっぱりそうで、まあね、音が鳴るような、まあ確かにね、金属と金属が触れ合うんだから当然音はすることも考えたら、装着するときに多少グリス塗ってあげとけばよかったかなというふうに思いました。で、まあそれは定期的に潤滑剤を刺す形で問題なく音がしなくなったんですけれども、その後ですよね、最近ですね、ちょうどもう今から装着してからどのくらい経ってからかな、今度走り出しの時にゴリゴリというかガツンというか、まあ、それも鳴る時と鳴らない時があるんですね。リジットプレート、最初のリジットプレートとアームの擦れかなっていう要因に関してはもう動くたんび止まるたんびにギシギシ言ってたんですけど、今回の要因に関しては鳴る時と鳴らない時があるんですね。で、同じ動きをしても鳴る時と鳴らない時があって、そうでも大体今ちょっと言って言いましたけど、大体この停止状態からの動き出しの時にガツンっていう音がするんですね。で、まあそれをこれからちょっと音の原因を、調べようかなと考えられるのは、やっぱりアーム部分のリアモノコックバーの取り付け部の緩み、きしみ、もしくはリジットプレートの取り付け部のボルトナットの緩み、きしみが一番考えられるのかなと思うんですが、
左のこのナットが緩んでおりました。この純正のナット2つは、規定トルクでこれも規定トルクで締めたんですけど、これだけ弱いんですね、トルクが。他の2つに比べてこれ弱めで締めるんですけど、一応トルクレンチを使って締めたんですが、ちょっとお隣が気になったらこれの原因の可能性が非常に高いと思いますので、タイヤ外すだけなんで蒸し締めをしてあげたら良いと思います。まだちょっと乗ってないんでね、これからタイヤをつけて試運転しますけど、お隣が消えることを祈っております。ちなみにですね、今回タイヤ外すついでにより、RV っぽいエクストリーム J に交換しました。で、今までこのレイズのアルミナットを使ってたんですけど、ちょっとね、さすがにアルミナットでは徐々に剛性高めてってちょっと不安かなということで、もともと使ってたスティールナットの方に戻したいと思います。音が鳴る場所は分かっているので、リジットプレートで追加されているここですね。なので、これ今タイヤ外す前にここだけ閉めちゃおうと思ったんですけど、やっぱきついっす。よいしょ。さあ、ということで、ついでと言いますか、メインと言いますか、リジットプレートの増し締めも終わりましたので、次、先ほどのナット類、ホイールナットジプシーをやった結果、最終的にたどり着いたのはこちら。レイズの、スチールナット。これ散々いろいろ探したんですけど、やっぱりここワンポイントでロゴの刻印あるのはこれどうしても欲しかったんで、これにします。全然遠く
後で見たら分かんないですけど、単純に15万ですね。交換と、リジットプレートの増し締め完了です。はい、というわけでさすがにリジットプレートの増し締めと、ナットの交換だけではいくらなんでも動画にするにはねという感じなんで、前にこの、メンテナンス動画でフィルターを交換した時にこの場所ですね、ここが当たるっていうフレームに当たってしまうっていうのをやったと思うんですが、これ僕普段見てるアレドリ海さんの動画でやっていた対応策なんですが、インテークパイプ、アルミのインテークパイプが割れないようにというのの対策でやっていたのをちょっと応用したいと思います。で、使うのがこちらシリコンチューブで、シリコンチューブに切り込みを入れてあります。で、このフレームちょっと薄っぺらいんで、このフレームに挟んでいきますということでやってみます。別にどうということはない作業なんですが、要はうまいこと挟めればそれで OK、 ただそれだけの話なんですが、これ結構目から鱗でしたね。あ、こういう方法があったかと思って、もうだいぶ前ですね、ガルドリカイさんのクラウンエステートかなんかのエアクリーナー違うな、ダイレクトインデューション、なん
なんかそんなのをつける時の動画なんですけど、それの時にやっていた裏技を真似てやっております。ね、これシリコンが当たってるだけだったらダメージはないですもんね。うまいことはまりますね、これ。素晴らしい。ということで、こちら側もまあクリアランスあるんですけど、シリコンチューブ余ってますんで、とりあえずやっときます。はい、ということであっという間に作業終了いたしました。こんな感じでございます。一応ね、このシリコンチューブの厚みがあるんで接触はしてますけど、金属に接触してるわけではないのでダメージはないと思います。で、あとこっちですね、こっちも当たるか当たらないかぐらいなんですけど、一応はめてみました。で、始動。余計なことしない方がいいかもですね。なんでこっちは外せます。余計なことして逆に変なテンションとかって良くないんで、これだけクリアランスがあれば、ここクリアランスがあればおそらく問題ないと思うので、こちらだけ特に残します。こっちは外しちゃいます。一応現在で触れてはいるので、シリコンボードに問題ないと思います。また様子を見てフィルター交換で何か異常があれば、何もなければこれはこれでしてということで、こちらの作業をしていきます。一応こんな対策をすると安心かなっていう